こんにちは、ハルトです。9ナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生とは何か、私たちはなぜ生きるのか、このような根源的な問いに一度は誰もが直面します。しかし、時代や社会が変化しても、この問いは色あせることのない普遍的なテーマであり続けています。斉藤起こ新書樹、人生の意味の正体とは、こうした永遠の命題に対して哲学的な視点だけでなく、現代人の生活や心情にも識した解説を行っています。この本は人生の目的や意味というぼんやりとした疑問に具体的にどう向き合うべきかを丁寧に導いてくれます。著者は哲学や心理学の専門的な知見をベースにしつつ、表意な言葉で読者に語りかけます。人生の意味という抽象的な疑問をさまざまな切り口から照らし出すことで、私たち自身の感情や人生観にも新しい光を当ててくれることでしょう。本書では、いわゆる他者との関わり、思議とや生きがい、幸福感の正体についても論じられており、多忙な現代社会の中で迷いやすい心を優しく支えてくれる一冊となっています。この本を読むことで、自分だけの人生の意味を見つけるヒントが得られ、午後には日常を生きる視点が変わるはずです。人生に悩みや迷いを感じている方はもちろん、哲学や女啓発に興味がある方にもおすすめできる内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生の意味とは何か。人生の意味というテーマは長年にわたり哲学や文学、宗教の世界で議論されてきました。本書では、意味は定義づけが非常に難しい言葉であり、万人に通用する絶対的な答えなど存在しないことを明らかにします。著者はまず、私たちが人生の意味を求める心理的な背景や社会が与える価値観について解説します。人はなぜ意味を求めるのか。それは自己認識や自己実現への欲求に起因すると述べています。また、意味を追求する過程で感じる不安や孤独についても考察し、それらの感情自体に価値があることを示します。人生の意味は外部から与えられるものではなく、自分自身の内面や体験から惑い出されるものであるという視点が本書の根本に据えられています。次に、他者とのつながりと人生の意味。人生の意味は死書に他者との関係性の中で形成されます。本書では、他者とのつながりが人生にどれほど大きな影響を及ぼすのかについて深く掘り下げています。例えば、家族や友人、同僚とのやり取りの中で自分自身の価値や役割に気づくことがあります。著者は、人は孤独ではいられない存在であり、関係性の中で成長し、人生の意義を感じることができると説明します。また、他者からのシェージンや共感が人生を背に向きに保つ原動力となる一方で、他人と自分を比較して苦しむ原因にもなり得る点を指摘しています。他者との関わりは私たちに生きるモチベーションを与えますが、それに依存しすぎず、自分の価値観や個性を大切にするべきだというバランス感覚を大切にするようにと説いています。さらに、詩事と生きがい、一句の正体。日常生活において多くの人が悩むのが主義とや生きがい、社会的な役割についてです。本書は、自分がどんな役割を他にどんな意義を持って動くのかを問い直す重要性を説いています。収入や地味だけでなく、そこにどのような価値や意味を見出すかが幸福感に大きく影響すると著者は述べます。例えば、自分の仕事が誰かの役に立っていると実感することで自己肯定感が高まり、人生の充足感も増します。また、仕事だけでなく、家庭や地域社会で果たす役割も人生の意味形成につながっていることを解説しています。一方で、一区割りに縛られて自分を扱わないよう多面的に自己を捉える重要性も強調されており、現実的なアドバイスが含まれています。そして、幸福感と人生の意味。私たちが人生に意味を感じる背景には、幸せでありたいという基本的な欲求があります。本書では、幸福の定義やその捉え方にも切り込みます。幸福は単なる意識の感情ではなく、
超我期的な充足感や、生きる目的意識と密接に関係しています。著者は、外的な成功や物質的豊かさだけでは持続的な幸福にはつながりにくいことを明かします。むしろ、日常のささやかな出来事や人との交流の中から小さな幸福を積み重ねる習慣が人生に意味を与える重要な要素であると解説しています。この章を読むことで、自分なりの幸せをどう見つけるか、そして他人の価値観ではなく自分の幸福感に素直になることの大切さに気づくことができます。最後に、コネと私への向き合い方、人生の瞳を考える上で、私たちは必ず知と向き合う必要があります。本書の終盤では、生きることと死ぬこと、優先性の中での意味付けについて焦点が当てられています。私を恐れたり避けたりするのではなく、自分自身や大切な人の私を意識することで、かえって今をどう生きるかに集中できるようになると著者は述べます。私があるからこそ生きている時間が貴重であること、そして後悔しない人生を送るために日々を大切にする重要性が強調されています。また、逆説的に人生の終わりを意識することで意味を明確にしやすくなるとも述べられており、読者に自分らしい人生を歩む勇気を与えてくれます。結論として、人生の意味の正体は、人生の目的や意義について模索しているすべての方に推薦できる一冊です。特に、人生の方向性に迷いがある方、日々の生活が何か物足りなく感じている方、自分なりの生き方や幸福を見つけたい方には最適でしょう。専門的な知識を分かりやすく評議な文章でまとめているため、哲学や心理学の初心者でも十分に理解しやすい内容です。また、現代社会特有の孤独感や不安と向き合うヒントも豊富に染り込まれています。この本の最大の特徴は、答えを押し付けるのではなく、読者一人一人に考えるきっかけと視点を与える点にあります。多様な生き方が広がる今、自分らしく納得できる人生の一味を見つけるためには、こうした自己内省を促す書籍の存在が不可欠です。本書を通じて自分と向き合い、他人との関係性や日常のしかやかな幸せの大切さに気づきやすくなります。中ある自己啓発や哲学書の中でも式要的で具体的なアプローチがなされており、読後の心にじんわりと気かさを残してくれるでしょう。人生の意味という普遍的な地図をより身近に分かりやすく届き明かしてくれる本書は、現代人の心の応用となるはずです。迷った時、立ち止まりたい時、新しい一部を踏み出したい時にぜひ手に取ってみてください。ご支援いただける場合は、斉藤信仰ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。